今では刺繍でプレゼント大作戦、張り切っていこう。今日は刺繍のデザインを決めていきましょう。まずはノートを使って自由に考えてみてね。了解。デザインするとき何か気をつけることってある？そうね、あまり複雑すぎると刺繍をするのが大変だから、なるべくシンプルにした方がいいと思うわ。それからノートに書いたデザインをそのまま布に写して刺繍するから、大きさも大事ね。例えばはるかちゃんが作るのはメイクポーチだから、少し大きめのデザインでも綺麗に収まると思うけど、ハンカチの隅に刺繍をする朝比奈さんは小さめにした方が見栄えが良くなると思うの。なるほど、完成品をイメージしながら考えるってことだね。小物の仕立て方が載ってる本も持ってきたから、よかったら大きさの参考にしてみて。それじゃあ喜んでもらえるデザインになるように頑張りましょう。喜んでもらえるデザインか。お、それってお花？かわいい。みのりに渡すポーチのデザインなんだけど、ここからもっと増やして花畑にするつもり。みのりちゃんのイメージにぴったりでとっても素敵ね。じゃあ私はさもちゃんのワッペンキーホルダーにしようかしら。いいね、みのり絶対喜ぶと思う。朝比奈さんは何か浮かんだ？あ、こういうデザインってあまり考えたことがないから難しくて。わかるわ。私も得意ってわけじゃないから、なかなか案が出ない時があるもの。でもそういう時は相手の好きなものから考えることが多いかもしれないわね。好きなものか。例えば奏なら音楽とか？純粋な好きとはちょっと違うかもだけど。確かに奏はいつも音楽と向き合ってるもんね。それなら音楽のモチーフ、音楽記号を入れてみるとか？でも音符とかだけだとちょっと寂しいよね。あと奏が好きなものといえばカップラーメンとか？そうね、パッケージを縫うのが少し大変かもしれないわ。そもそもカップラーメンでいいのかな？だよね。刺繍映えして奏が好きなものってなると難しいな。だったらよいさきさんのイメージから考えるのはどうですか？イメージ？はい、花畑のデザインはみのりのイメージから出てきたものなので、花里って名字に合うし、何よりみのり自身が花がほころぶみたいな笑顔で気持ちをパッと明るくさせてくれる子ですから。そっか、そういう決め方もあるんだね。奏のイメージか。よいさきさんは朝比奈さんにとってどんな人なの？一緒にいて落ち着くとか、明るい気分になるとか、そういうイメージも参考になるかもしれないわ。そうだね。答えになるかはわからないけど、奏が作った曲を聴いたり一緒にいると温かい気持ちになるかな。それすっごくわかるな。僕も奏には助けられてるし。そうなんだ。
敵な人なんだね。奏の曲って暗闇の中に差す光って感じで、聴いてて胸がキュッとするんだよね。それでまた少し前を向けるようになるっていうか。暗闇の中に差す光。そうだね。奏は前に進めなくなった時、そばにいてくれて、大丈夫だよ、一緒に進もうって言ってくれる。それが私にとっての奏なのかも。ごめん、やっぱりまだ抽象的すぎるよね。そんなことないわ。朝比奈さんにとって宵崎さんがどんな存在なのかちゃんと伝わってきたもの。暗闇で前に進めなくなった時、一緒に道を探してくれる。そういう温かさをデザインに落とし込むなら、灯火なんてどうかしら。灯火？灯火は暗い場所を照らして道を探す手助けをしてくれるでしょ。それに暗闇でも小さな明かりがあれば心細い気持ちが和らいで少しホッとするから、もしかしたらイメージに合うんじゃないかって思ったの。これはただの思いつきだから全然違うかもしれないけれど。そんなことないよ。なんだかしっくりきた気がする。僕も奏のイメージに合ってる気がするな。ほんと？よかった。それじゃあみんなの意見を参考にしてデザインを練ってみるね。一緒に考えてくれてありがとう。迷ったらまたいつでも相談してね。これでみんなデザインは決まったかしらね。どのステッチを使って縫うかも雫のおかげで固められたし、あとは材料を揃えて作るだけかな。それじゃあいいプレゼントになるようにみんなで頑張ろう。